自分の作った作品にいくら値段をつけていいのかって結構悩むじゃない。最低時給はいくらとかっていう、そこを基準に物事考えちゃうから、だから作品の価格が安くなっちゃう。羊毛フェルト、うちのコーダー専門店、虹玉屋の北川です。このチャンネルはリアルな作品の作り方とかね、作家として食べていきたい人のためにヒントになるような情報をお届けしているチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日はね、値段の話をしたいと思います。これ見てくれてる人は結構作品販売ね、してる人も多いんじゃないかなと思うので、その時にさ、自分の作った作品にいくら値段をつけていいのかって結構悩むじゃない。で、ちょっとね、その話をね、したいと思います。僕もね、最初の頃ね、値段つけるの、悩みはしなかったけど、調べはしたよね。で、ハンドメイドってどんな感じで値段つけてるんだろうっていうのが分かんなかったから最初調べた。で、いろんなね、作家さんのブログ読んだりとか、あとはそのハンドメイドのコンサルやってるような人の情報発信見たりとかして、で、そこでね、得た情報っていうのが、大体どこも書いてるのが、材料費かかるんだから、材料費プラス、自分が働いた時間を時給換算しましょうね。で、かかった材料費の3倍から5倍ぐらいの値付けがちょうどいいですよ、みたいなのをよく目にした。だけどね、僕はちょっと違うなって、その当時も思ったんだけど、で、僕は全然違う感覚で値段をつけてるんだけども、何が違うかって言ったら、時給換算がね、一番腑に落ちなかったの。まずそもそも、時給換算って、どこかに勤めに行ってる時に、自分が働く、自分のね、時間を切り売りしてるから、その対価としてお金をいただいているのが時給だから、時給換算しちゃうとさ、だって自分で物作りして自分で販売してんだから、誰かに雇われてるわけじゃないから、まず時給の考え方がおかしいよねって思ったのと、言いたいことはわかるよ。自分が働いた分ちゃんとお金もらわなきゃダメだよっていうニュアンスで書けばいいんだけれども、時給換算ってどこも書いてるのね。でも、これね、落とし穴があるなと思って、時給換算って言っちゃうと、どうしても今の賃金の最低時給はいくらとかっていう、そこを基準に物事考えちゃうから、だから作品の価格が安くなっちゃう。みんなそういう風に考えちゃってる。だからハンドメイド安売りしちゃってるの。もうそもそものその時給換算がおかしい。それと、もう一つ腑に落ちなかったのが、その材料費の3倍から5倍の値付けがちょうどいいんだよっていう言い回しで、それがすごい納得いかなくて、そんなこと誰が決めたんだろうって思ったんだよね。だってさ、例えば今ここにあるようなペットボトルの水、その辺で買ったら100円とか110円で売ってるよね。だけどこれ山登りして、例えば富士山の山頂だったら水いくら、砂漠で売ってたら水いくら、全く同じものなのに、その売る場所とかその時のこの水の価値で値段って変わるんだから、そういうものじゃなきゃいけないの。で、ハンドメイドなんてさ、量産できるものじゃないから、量産できるものもあるかもしれないけども、でもそれでもさ、100均のものとかみたいに機械で作って大量生産するものじゃないから、やっぱり一つ一つものが違うじゃない。で、それこそに価値があるだろうし、ましてやその作家さん独自の思いとかね、デザインとかいろんなものが入ってて、他じゃ手に入らないから、それなりの値段つけたっていいの。もちろんね、粗悪品はダメだよ。自分で、これ失敗作だっていうのに値段つけて売るのは僕は良くないとは思うけども、自分がちゃんと時間かけてさ、材料費もかけて作ってみて、今回の作品すごい可愛いとか、うまくいった、これなら売れるかなっていうような作品だったら自信持って販売すればいいわけね。で、この時の値付けの仕方を時給とかその原価の5倍とかっていう考え方じゃなくて、もっと単純でいいの。この作品だったら自分はいくらもらえたら満足するかなっていう、その自分の満足度で決めちゃえばいいの。あんまり小難しいこと考えなくていい。それを本当は1万円で売りたいのに、でも売れなかったら困るから、でも原価で考えたら5倍だから5000円かなっていうのは売り方間違ってる。だって自分ワクワクしてないじゃん。それで売れたらさ、こんな値段で売りたくないのになって心のどっかで思ってるわけじゃない。でもつまんないじゃない。せっかく作ったのにさ。でもちゃんと自信あるんだったら、
自信っていうかさ、可愛くできたとかね、上手にできた、いくらつくかなでもいいの。でも、その時にちゃんと自分の気持ちに正直になって、これぐらいで売りたいからこれ出してみる。で、出してみればいいの。まずね、値段の付け方はそんな感じ。とにかく自分がワクワクする値段をつければいいの。ただね、間違っちゃいけないのが、突拍子もない値段はダメだよ。明らかにこれはね、5万円の価値なんかないのにって自分で分かってるのに儲けたいから5万円とか、それははっきり言って頭おかしいから、そういう値段の付け方はやめた方がいいね。で、ここからが大事な話で、例えば作品1万円で売りたいと思って1万円で出したけど売れませんでした。で、この時が大事なの。この売れなかった時。売れなかった時に、売れないんだ、やっぱり安くしなきゃダメなんだってなって、しょんぼりして値下げに走るのか、もしくは、どうやったらこの作品が1万円で売れるんだろうって、あくまでも1万円で売るためには何をしなければいけないかを考えるか。このどっちかなの。で、当たり前だけど、この作品をどうやったら1万円になるんだろう。もしくは、この作品はダメだったけど、次作る作品はどうやったら1万円で売れるんだろうを考えなきゃダメなの。多くの人がやってしまうのが、売れなかったから値段を下げて売る。この値段を下げるっていうのは一番やっちゃいけないこと。僕からしたらね。なぜかって言ったら、値段下げて売るっていうのめちゃくちゃ簡単なの。だって何の努力もしてないんだもん。それじゃあ、売れるような作家にはなっていかない。売れてる人たちっていうのは絶対に売れなかった時に、なぜ売れなかったんだろう、原因はどこにあるんだろうっていうのを必ず探すのね。で、その原因をしっかりと見つけて、これがさ、はっきりとした答えじゃなくてもいいの。その原因はこれかなって思ってるのが間違ってるかもしれない。それでもいいの。仮説だからね。とにかく、これが原因でうまくいかなかったんじゃないだろうかっていう仮説を立てて、じゃあ、これが原因だったら、こうやったら、なんとか解決するよねってさ、問題が見つかったら解決策なんとなく考えれるじゃない。で、それも仮説なんだけど、それを一回ね、やってみて、もう一回売ってみればいい。それで、売れたら、この考え方で合ってたんだってなるだろうし、もし売れなかったら、その考え方が間違ってたんだ、そこじゃなかったんだなって答えがわかるじゃない。だけど、多くの人は、それすらやらないで、売れなかったって安売りしちゃうの。それは、自分の作品も、値段も成長していかないよねっていう話だから、そんな風にね、考えて値段をつけて、そして売れなかった時どうするかっていうことをね、これはもう繰り返していくしかない。そんなことをやればね、どんどん自分の作品の適正価格っていうのが自分自身で分かってくるし、作品に値付けするときに自信を持って値段をつけれるようになるから、ぜひね、そんな風にやってみるといいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、話が飛ぶんだけれども、この物を売るっていうところに関連するんだけども、ちょっと質問があったのでね、回答しておきます。僕今ね、メンバーシップの方で羊毛フェルト教室を始めています。メンバー限定のレッスン動画が見れる。それでリアルな作品をね、作る練習ができます。で、質問があったのは、メンバーになって作品作って、それをね、うまくいったやつとかを販売したりしてもいいんですかっていう質問があったんだけど、販売するのなんてもちろんどんどんやってみればいいし、あとはね、そのメンバーシップで習ってね、新しく自分がさ、身につけてこれ今練習してるけどなかなかうまくいかないとかさ、うまくいったとかさ、そんなのを SNS とかでどんどん発信して全然いいよ。僕基本的に NG ないから。だってさ、みんなお金払って僕のとこ習いに来て技術を学んで、それをさ、使って商売をしちゃダメだとか、その技術を外に出しちゃダメだとかって言ったら、お金払ってる意味ないでしょ。ちゃんとみんなはお金払って、その代わりに技術学んでんだから、ちゃんと自分のものにしなきゃいけないんだから、どんどんそういうことはね、販売もしてっていいし、SNS での発信もね、どんどんしてってください。はい。というわけでね、メンバーシップの方も、レッスン動画がね、見られるだけじゃなくて、毎月1回、メンバーは無料で僕にね、作品の添削を受けることができるのでね、ぜひね、どんどん活用してください。で、例えばね、1ヶ月だけメンバーになってさ、いろんなこと学んで、そして大会して、またね、2ヶ月後に入ってとか、そういうのを繰り返すのだって全然ありなので、ほんと自分のね、技術を上げるためにさ、どんどん活用してください。それをね、やりやすくするためにメンバーシップでね、わざわざやっているので、どんどんね、活用してください。メンバーになるには、メンバーになるボタンを押すか、あるいはね、この動画のね、概要欄にリンクも貼っておくので、そこからね、加入してもらうと嬉しいです。はい、それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。メンバーシップ羊毛フェルト教室を始めました。
メンバーになってもらうと、メンバー限定のレッスン動画を見られるだけでなくですね、なんと毎月1回作品の無料添削を受けることができます。その他にも、虹玉屋の i シートが特別価格で買うことができます。また、限定ライブを行ったり、メンバーのみんなの要望を聞いて動画にしたりね、いろいろなことをやっていきます。近くに羊毛フェルト教室がないとか、リアルな作品が作れるようになりたいとかね、思ってる人は、普通の教室や講座と違って、一度辞めてもね、またいつでもね、気軽に入ることができるので、ぜひね、スキルアップのために活用してください。メンバーになるには、チャンネルのメンバーになるボタンを押してもらえると登録できます。また、表示されていない人については、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そこから加入してください。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。